おだすこんちこんばんぽということで、今日もデータ分析的な動画よろしくお願いいたします。今日はですね、フェノミナルパスあればワンパいらない説やっていきたいなと思います。ということで、今ね、来てます。ペレですね。王様のペレ。このペレですね、フェノミナルパス、フェノミナルフィニッシュ両方ついているんですけども、ワンパついていないんですよね。で、フェノミナルパス持ちでワンパ持ってないのって多分ペレだけじゃないかな、今までで言うとね。そういったところで、ワンパ、つける必要があるのか、つけて効果があるのか、みたいなところですね。これをね、ちゃんと調べていきたいなと思います。で、これ調べたら結構面白かったんで、ぜひね、見ていってください。で、もちろんね、正対してる真正面に対してのワンパーについては、効果があるっていうのはね、分かってるんで、以前ね、検証でもやってるんで、まだそちら見てない方はね、こちら見ていただければなと思うんですけど、なので今回検証していくのは、この無理な体制ですね。フェノミナルパスが発動する条件の時に、どうなっていくのか、ワンパが必要なのか、これを見ていきたいなと思います。で、まずはですね、フェノミナルパスの効果なんですけど、これはね、知っての通りだと思いますが、無理な体制でも、パスがちゃんと蹴れますよ、いうようなものになっていきますから、今日はここについてやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はトレーニングモードを使ってですね、パスをダイレクトでゴールキーパーに返していく、そんな形でやっていきたいなと思います。今回はフェノミナルパス持ち、ペレですよね。に加えて、フェノミナルパスとしてワンパ持ちであるシャビ・シモンズ、そしてワンパだけを持っている選手、ワンパも持っていない選手ですね。これをですね、全員4パターンですね。パス数値に関しては82で揃えています。キック力もね、80で統一してますよという形になってます。なので、数値に関してはそこまでね、大きく違いはないですし、シャビ・シモンズ以外は身長173センチで統一してますから、ある程度ね、同じ条件になってるかなと思います。で、各これを50本ずつですね、パスを見ながらやってきましたよというところになっていきます。で、大事なのが、これをですね、成功と失敗、この線引きをちゃんとしておかないといけないなというところで、いろいろ見ていった中で、ここを線引きしておくのが一番分かりやすいかなというので、やってきました。で、その失敗の条件が2つあります。で、そのうちの1つ目がこちら。はい。こんな形で横に蹴っちゃう場合ですね。で、目印としては、このペナルティーアークよりも外側ですね、にボールが行っちゃった場合ですね。これは失敗とさせていただきます。そしてもう1個目がこちらですね。はい。こんな感じで、短いですね。ボールが短くてゴールキーパーが出てきちゃっている状態ですね。これも失敗とさせていただいております。なので、この2つの条件、どっちかが当てはまった場合は失敗。で、逆にそれ以外であれば成功というような形にさせていただきます。ということで、見ていきましょう。まずはですね、シャビ・シモンズから見ていきましょう。フェノミナルパス、そしてワンパ、両方持っている状態ですよね。ここに関しては、ある程度蹴れるよねみたいな前提にあってくるかなと思います。皆さんには10本から20本ぐらいはちょっと見てもらった方が分かりやすいかなと思いますから、そんな形でね見ていきますよというところですね。で、ちなみにゴールキーパーはこのパスを受けた時にもうすぐダイレクトパスで返せるようなボタン操作をしています。で、これでね、これによってですね、パスが短いとね、どんどん前に出てきてくれるんで、そんな形が測れるかなというところですかね。やっぱりシャビ・シモンズに関しては安定はしてますよね。はい、次です。ここからはペレになっていきます。フェノミナルパスだけ持っている状態になっていきますけども、これでどうなるのかというところですかね。シャビ・シモンズ見てても思ったのは、100% 成功するってことではないということですね。たまにミスっちゃってることもあるんだなというのが分かったかなと思います。で、ペレに関してはどうですかね。ある程度ね、やっぱ安定はしてんのかな、変わんないのかなとも思ったんですけど、でもこう見るとね、やっぱミスしてる回数はちょっと、シャビ・シモンズよりはちょっと目立ってるかもしれないですかね。やっぱワンパ持ってないとあれなのかなって感じがしましたね。ここからはワンパ持ちですね。ワンパだけを持っている状態になっていきますよという感じでね。前回やった時はね、ワンパ、パスの質についてもね、お話をしました。ミートと、あとはブレの部分、力加減ですね。ミートと力加減、この両方が大事なんですよって話をしたんですが、ワンパに関してはね、力加減がね、ある程度ブレないようになってますよっていう話をしたんですが、今回どうでしょうというところですかね。
確かにでも前回見たようにですね、あんま力加減でのミスっていうのはそんなにないんじゃないかなっていう気はしてますね。単純に体勢が悪くてミートができてないのかなって感じはしましたね、そもそもがね。さあ最後ですね、ワンパもそしてフェノミナルパスも持っていない状態になっております。この体勢でね蹴ることが試合中あるのかと言われるとそれは話は別なんですけど、あくまで検証の一つなんでね。でもどうですかね、こうやって見てると明らかにちょっと失敗が多いかなって感じはしましたかね。連続で成功したことって何回あったのかなってぐらいのレベルでしたかね。体勢良かったとしてもあんまうまくいってないこともあったりしてましたね。はい、ということで見ていただきました。なんかね、見た感じも明らかに違い出てきてましたね。はい、というところでちょっと結果を見ていきましょうか。どうなったでしょうか。こうなりました。ドン。はい、というところでですね、上からこれがシャビシモンズですね。これがペレですね。で、あとはワンパ、ワンパを両方持ってないよっていう状態になってます。はい、というところで見ていくとですね、明らかですよね、この違いは。50本でも全然明らかに違いが出てきましたね。で、シャビシモンズに関しては 86% を成功しましたよという形になっていきました。ほぼほぼ成功しました。ただ、先ほども言った通りですね、100% 成功するってことでもないですね。たまにミスってたりはしたんで、これは一定確率やっぱあるのかなというところと、パス数値が82だったからかもしれませんけどね、もうちょっともしかしたら上げたら、もう少しここがね、変わるかもしれませんっていう感じになってきました。で、ペレに関しては、若干やっぱり成功率下がってましたね。ちょっと、ミスっていうのはありましたね。ちょっとボール短いのもあったかな。なので、ここに関してはやっぱりワンパーがっていう感じはしましたかね。失敗の中の、半分までいかないですけど、3割ぐらい、4割3割ぐらいは、ちょっとパスが短くて失敗みたいなことが多かったかなと思いましたね。これはもしかしたら前回やったようにワンパがないからかもしれないですかね。次ですね、ワンパ持ち。ここに関しては60%、フェノメナルよりはあんまり成功してなかったんですけど、こっちのミスに関してはさっきのペレとは違ってですね、そもそもボールを蹴れてないっていうね、ミスが多かったかなと思いました。で、逆に力加減が弱くて失敗っていうのはゼロじゃなかったんですけど、ペレよりは少なかったかなっていう感じはしましたね。で、蹴る前の体勢とかちゃんとね後ろを向けてるか、これによって結構失敗かどうかね割と分かれてたなって感じはしましたね。で、最後はもう明らかでしたね。もうワンパもフェノパも持ってない場合はですね、結構厳しい感じでした。もう2回に1回はミスってる、そんな感じになってましたね。本当にギャンブルって感じの感覚があります。はい、というところですね。明らかに違い出た。これ面白いですね。で、しかもこれトレーニングモードでやってるんで敵がいない状態なんですね。なのでプレッシャーとかそういったものもない状態でこれなので、そう考えると試合中とか流れの中で言うともうちょっとここはね大きく違いが出てくるかもしれませんというところですね。ここは押さえておくと良いかなと。で、ちなみにで言っておくとですね、これワンパ持ちの選手なんですけども、この軸足がついた時にね、この背番号がちょっともう見えづらくなってる感じですね。体の向きがもうゴールキーパーの方に向いてる状態、この状態だとね成功することがやっぱ多かったですね。こんな感じでいいキックになっているって感じでしたね。で、失敗する時なんですけど、分かりますかね、この軸足がついてる時にはまだね背番号ががっつりこっち側に見えてるんですね。体の向きはまだどっちかっていうとこっち側向いてるのかな。こういうことが多かったですね。これもそうなんですけど、もう完全にまだ真横向いてますよね。こういう状態で蹴るとヘナチョコになって、蹴れないという形になってましたね。こんな感じで、はい、そんな感じになってました。で、あとは何度も言っている通りですね、フェノメナルパスとファンパ持っているシャベシモンズですらこんな感じでねミスることはありますよということは押さえておいてください。はい、ということで見えてきたんで今日は結論です。ペレもワンパつけた方が安心とします。はい、ということでね、いろいろ見ていただきました。ワンパの効果もね結構明らかに出てきましたね。フェノメナルパスはあるとはいえど
違いが出てきたんだなということが分かりましたね。逆に言えばね、フェノミナルパスだけあればですね、それなりに対応できてるとも言える結果にはなったかなとは思いますかね。もちろんね、先ほど冒頭にも言った通りですね、真正面のワンパに関しては前回検証でやった通りね、差が出ちゃうと思いますから、もちろんね、そこは少なくとも、つけてあげると良いかなと思いましたね。はい、ということでですね、この辺はですね、ぜひ参考にしてみてください。ということでね、最後ね、雑談して終わりたいなと思います。はい、最後雑談になっていきます。ワンパのね、差が出てきましたね。フェノパーってもやっぱりワンパ必要なんだなというのはなんとなく分かったかなと思います。で、実際ペレどうですかね。結構使用感いいですかね。やっぱオンライン見ててもペレ使ってる人が結構多いなっていう印象はありますね。実際使用感良さそうな感じはするんですけど、皆さんどうですかね。ちょっとね、ライブレじゃないとか、そういうところはね、若干の癖はあるかもしれませんけどね。なんかそのうち1周ぐらいしたらまたライブレペレとか出てくるんですかね。なんかちょっとその辺もね、期待したくなっちゃいますけどもね。リンクフォワードでね、ボールを受けるような動きが多いのでね、ワンパはね、つけてあげた方が良いのかなと思いましたね。個人的にはあとドリブルとか、あとパス数値もね、それなりに上げた方が使いやすいかなって感じはしております。皆さんのね、使用感とかもあったらぜひ教えてください。ということで、今日はこれで終わりたいなと思います。よかったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた。バイバイ。ということでいかがだったでしょうか。皆さんこのチェックかと思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレマトとあればですね、コメントを教えていただけたらなと思います。4万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。ということでですね、今日はワンパ、フェノミナルパス持ちのワンパについてやってきました。ワンパの効果はね、それなりにやっぱいいし、やっぱすごく優秀だなと思いましたね。はい、あとはスキルチケット全然足んねえんだよね。ワンパ全然出ない。ここもね、ちょっとね、粘り強くスキル追加していきたいなと思います。ということで、今日の動画これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。